はい、南條達也です。今回はですね、12月に新商品が出るということで、ゴッドハンドさんの本社に来ております。大滝さん、小島さん、渡辺さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕メーカーさんに来てこんな対談形式するの初めてなんで、あんまりうまくないかもしれないですけど、どうぞこの商品のですね、なんかいろんなことをちょっと深掘りできたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。こっちも頑張ります。よろしくお願いします。それではですね、この2つの商品についていろいろお伺いしていきたいと思うんですけども、まず小島さん、この2つの商品を商品化しようと思ったその経緯というか、なんかそのきっかけっていうのを教えていただきたいんですけども。はい、ですね、まず私が特に思い入れがあるのは、この510プライマーの方ですね。こちらのプライマーの方ですね。で、実は510プライマーの前に、私歯科技工士さんが使えるプライマーというのが世の中にありまして、でそれを使うとプラスチックにダメージがいきづらいというのは知っていまして、でそういう商品がもうあるんですね。あるんですね。知る人ぞ知るみたいな。知る人ぞ知るプライマーがあります。だって確かに詰め物する時なんかもろに当たったりする。それが実際その口の中に吹いてるかどうかまではわからないんですけど、そこまではそういう現場で使われてるってやつ。ルート的に普通の模型店とかホームセンターには一切置いてないものなので。だからもう歯科技工士さんじゃないと手に入れられないプライマーというのがあるんですね。そうなんですよ。ただそれがすごく便利で、私もちょっとそれを使わせてもらっていた時期がありまして。もう裏ルートというかなんていうか、ちょっと分けてもらうような。直接は購入ができないルートなんですけど、そこから使わせてもらいまして、で実際にプラスチック、例えば密着しているところに吹いてても、要はなんて言ったらいいか分からないんですけど、いわゆる黄色いダクトを持ってるロボットがありますよね。うまく見える。そこにちょっとこの辺を瞬着吹いた時に、このダクト仮組みだったんですけど取れないっていう状態が一回あったんですよ。でそういうのを経験していて、溶けにくいとかプラスチック傷めにくいっていうのがあって、ぜひぜひ使わせてもらおうかとやってみたら、本当に作業性がすごく抜群に上がりまして、でこれはもう他のモデラーの人たちにも使ってもらいたいなと思いまして、一部だけでもったいないということで、ゴッドハンドから出せれば模型店にも置いてもらえると。そうですよね。だってホームセンターとか模型屋さんとかも見たことがない商品のことですよね。ぜひこの便利さで、特に改造工作する方にはもう本当におすすめです。そうなんですね。はい。だからそれをこういう商品出したいんですけどっていうのを会議で決まったってこと。そうですね。前々から便利便利って勝手にもつぶやいてましたけど、だから言っとくみたいな感じでそれがやっと浸透してきて、じゃあ出すかって。モデラーとしてやたらといいよいいよって言ってた。会社にも伝わって。そういう経緯があったんですね。なるほど。それで大滝さんがデザインを担当されたってことですね。そうですね。今回こういう瞬間接着剤だったりとか、硬化剤ということで、やはりうちのメーカーやっぱニッパーとか紙やすとか、あと紙筆とか、あとビット系とか、刃物だったりとか、やっぱ紙やす紙筆みたいなものがやはりメジャーなんですけれども、ツールっていうイメージがボタンさんありますよね。やっぱそのイメージが強くて、今回今までの製品ですと紙旬っていう瞬間接着剤系の商品はあるんですけども、やはりそれも1商品しかなくて、で新しいジャンルとしてちょっと立ち上げたいということで、510とこれゴッドって読んでいただいてもいいんですけれども、ちょっと元の商品がちょっとこれに近しいちょっと製品名なので、それだと分かってもらいたいのもあって、ちょっと510という若干匂わせをこれは知ってる人は本当にあれかあれのやつかみたいな、安心して使っていただけるので、いや分かる人は分かる。でも逆にそのイメージがあるからこそ安心して手に取ってもらえるんじゃないかという、そういうニュアンスも込められてます。なるほどなるほど。なのであれと同じものなので、安心
して使ってください使ってくださいっていう意味を込めて、まあ、510というネーミングを、に置けるようになりましたということで、はい、でそれと合わせて使っていただきやすいということでこの瞬間接着バッテンを、はい、じゃあもうプライマーが先にあってそういうことですそうですねアイデアとしてでその後にその相棒というかそうですね何に使うんだっていうところでパテで、はいまあ、よりやっぱ用途として使われるのが、やはりそのレジンキットとかを組み立てられる方がその気泡を埋めたりとか、あとまあその溝だったりとか埋めたいっていうことがやはり元々の商品の用途として多かったので、まあ、それと相性のいいものということで、まあ、こちらの方も開発させていただいたと。はい、だからもうデザインも大竹さんが一からまあそうですね、まあ、新しいデザインということで、まあ、ちょっとこういう感情のものを、ね、出すの初めてなので、まあ、どういうようなデザインがいいのかなとか考えたりとか、あとやっぱりこうちょっと平置きで置かれることが多いので、ちょっと頭にですねちょっとこうなるほどこのニバコちゃんのニバコちゃんのその新シリーズに合わせて、はいまあ、ゴッドハンドの商品ですよっていうのが分かりやすいように、はいですね。付けさせていただいたりとか、まあ、ちょっとそういったちょっと配慮をさせていただきました。なるほどですね。その大竹さんは他にもその、はい、例えば、この商品をだからチラシとかも大竹さんもされてる、そうなんていうんですか、その仕入れ表みたいなあるじゃないですか。デザインの監修する側ですね。デザイン自体はデザイナーがまた他にいるので、まあこういうふうにまあ要はコンセプトだったりとかを、そういうのをはい、こういう感じのロゴにしたいんだけどっていうような。してっていう感じで。いやでも本当すごい素敵に仕上がってますし、遠目からで見ても目立つしね、なんかすごく素敵なデザインで、はい。まあ今までにないそうですね。そうですね。だからもう新しい試みっていうのがこう伝わるようなっていうコンセプトなんですね。であれですよね、渡辺さんがそれをこう営業で売っていくっていう感じですね。本当に大竹も言ってましたけど、本当に新ブランドっていうのは今までになかった結構形のタイプなんで、まあ置き場をどうするかとかっていう課題もまあ今実際あったりするんで、まあシャープ1でも言ったんですけど、こういう風な重機とかを用意して、まあできるだけまあいろんな人に目について買ってもらえたらなっていう感じには思ってますね。じゃあ渡辺さんがその売り方というかこういう重機のこととか、まあでもここも結局やっぱりそうですね。で僕はそれをもっと持っていて、しながらっていう感じで、問屋さんの方にこうあるんでぜひ置いてくださいって僕はもう営業をかけていくっていう感じですね。そうなんですね。だからここからだからホビーショーではもう渡辺さんがそうですね。ガンガンそうですね。そう。表っていうとなんかあれですけど、なんかあれですけど、積極的に前の上にこう押していくっていう感じですね。そうですね。どんどん打っていってもらって、そうですね。はい。これ新ブランドとしてこうどんどんボロボロになって帰ってくるんですけど、まあ多分でも今の感じ見てると売れるのかなとは思ってるので、実際もさっきも言いましたけど、ユーザーお墨付きというか、ユーザーがおすすめ、ユーザー自身が勧めてるので、あれが結構ゴッドハンドさんはそのいろんなこうユーザーさんの意見をこう聞きながら、そうですね。ちゃんとしたものというか変なものじゃなくて、ちゃんとなんか信頼のあるものを出してるんで、多分間違いはない商品なのかなと思ってますね。なるほどですね。なんかホビーショーは3人とも行かれる。行きますね。はい。そうなんですね。じゃあ今回はもう本当にホビーショーはもうバッチリこれをバッチリそうですね。はい。多分動画も作る。そうですね。先行販売一応させていただく予定ではあるので、はい。ホビーショーで。そうですね。これ気になる方はその時手に取っていただければ、はい。一応体験もできるようにしますしね。そうですね。体験もしていただいて、まあ多分反応とかが多分それで出てくるかなと思いますので、そうですね。ちょっと触ってもらわないと分かんない部分もあるかなと思うんで。なるほど。まあ実際匂いはね、こう動画とかここでどんだけ話してもちょっと分からないですよね。もう演技かもしれない。臭いじゃんって言われるかもしれない。全然大丈夫ですよ。顔に出さない。強がってただけかもしれない。まあホビーショーでももちろん体験していただきますし、まあ他にまたゴッドハンドとしてまあイベントだったりとか出展させていただくときに体験していただけると思いますんで、気になるときはぜひ、はい。ありがとうございます。わかりました。あとはあれですか、このまあ今この2つの商品以外のところでなんかそのまあホビーショーの段階でなんかお話できるものとか話題なネタとかなんか新しい商品とかですか。はい。もし聞いてよければなんですけど、
まあ、一緒に展示するやつそうですね。伝えていいです静よね岡ホビーショーでも、まあ、一部発表してるんですけども、まあ、スターターツールセットというセット商品を、はい、これもまあちょっと新しい試みにはなるんですけれども、まあ、初めて、まあ、プラモデル始めたいっていう方が、まあ、何買っていいかわからないなみたいなことがあると思うんですけども、まあ、そういった方も、まあ、手に取っていただければ、まあ、いわゆる素組みですよね、まあ、塗装とかしないで組み立ててきれいに組み立てられる、まあ、このセットだけあれば、まあ、安心ですよっていうような商品を発売する予定ですので、はい、そちらの方もまあちょっと先行販売という形で全日本模型ホビーショーの方でも、はい、販売させていただきます。そうですね。これも一応一般販売は12月合わせて全部出荷する感じなので、一斉に多分お店に並ぶ感じになる。並ぶ感じなんですね。じゃあもう12月をこう見てる方には楽しみに待っていただいてというような感じになるわけですね。いやありがとうございます。はい、というわけでいろいろ聞かせていただいてるんですけども、いや僕結構こう開発秘話で聞かせていただくと結構感動するというか、すごくいい話聞かせていただきましたし、見ている方もこういう気持ちで作ったんだとかこういう商品だっていうので伝わったんじゃないかなと思うので、安心して手に取ってもらえるということですので、ぜひ手に取ってもらえたらと思います。でこの後ですねこの2つの商品を使っていろいろ僕も試してみたいなと思いますので、まだまだお付き合いいただきたいですけどもよろしくお願いします。まだ続きますのでご視聴もいただければと思います。はい、こんな感じでこの回は終わりたいと思います。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。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 Little Jackie and Jill would notice one gift gone. Let's open up that bag and see what you got going on. And Santa, won't you listen to me? I got a feeling that you'll finally see. Although I haven't been good, you know I'm not so bad. Gotta have a gift for me too in that bag. Let's open that thing right up and take a quick peek inside. There's gotta be something floating around in there for me. Maybe near that bottom corner. Something simple but something special. Oh, Santa, baby, please don't make me beg. Please, please, Santa, please. Oh, Santa, please, just let me take a quick